最近リードを調整されていない方が意外に多いことを知りました。私は学生の頃から自己流でリードを調整しており、調整するのが普通だと思っていました。自己流ですが、リードの選定、リードの調整をどのように行っているかをまとめてみました。根拠がない感覚論や経験値ですので、間違っていることもあるかと思いますが、平にご容赦いただきたくお願いいたします。久しぶりにリードを調達しました。テナーと、アルト、リガフォン、ジャズに、ここ5年くらいリガフォンというメーカーのリードを使用しています。こちらがテナー5枚入り。こちらはアルト10枚入り。リガフォンはリガチャーで有名なフランスのメーカー。日本では2016年からリードが販売されています。強度数字の2ですが、バンドーレナオ箱の2と2分の1と同じくらいです。テナーはこんな感じで5枚入ってます。残念。マーブル系のリードは1つだけ。個人的な経験では、マークがマーブル系のリードの方が鳴り、音色が良いです。マークがクリアなリードはあまり良い音色ではないような気がします。プチ。マーク、マーブル、クリアって何のこと？失礼しました。先にリードの解説をしますね。プチ。ちょっと解説です。リードには2つの種類があり、1つはファイルドカット、またはフレンチカットと呼ばれるリードで、表皮部分がまっすぐに削がれているものです。割と軽い吹き心地で音の粒立ちが良く比較的明るい音色で、クラシック系と言われます。もう一つはアンファイルドカット、またはアメリカンカットと呼ばれ、表皮部分が削がれていないものです。こちらはジャズ系と呼ばれ、少々抵抗感はありますが、ダークで落ち着いた音色です。私はジャズ演奏がメインですが、どちらも使用します。次にリード各部の呼び方です。次の部分はよく使われますね。フェイシングはリードの裏面全体。ティップは先端部分。ハートはアンプの盛り上がった部分でリードの芯の部分。サイドはハートの側面のこと。バンプは表面がカットされている部分。バークは表皮が残っている部分。ヒールはリード最高部のことでかかととも言われます。ファイルマークはファイルドカットリードで表皮がまっすぐにカットされている境目のこと。これらの部分の名称はいろいろな説明でよく用いられますね。で、マーブル系ってなんすか？実は、バークに斑点やシミのついているリードのことをマーブル系って勝手に呼んでいます。こんな感じのリード。マーブル系ってなんか響きがいい感じじゃないですか？マーブル系に対してバークが綺麗なリードのことをクリア系って勝手に呼んでいます。こんな感じ。綺麗はある程度綺麗かどうかですね。勝手にそう呼んでるのか。じゃあ、マーブル系のリードが良くなるって本当？過去の経験から感覚的にそう理解していますが、全く根拠がないですね。で、今回過去10年分のメインリードを分類してみました。実は歴代のメインリードはほとんど残してあります。ここ10年はリガフォン、ウッドストーン、バンドーレナオ箱、ヘムケを使ってますね。では、アルトから。ちょっとマーブル系が多い。テナーは、マーブル系が多い。ソプラノは、クリア系が多い。結果、アルト、テナーは、マーブル系、ソプラノは、クリア系が多かったですね。まあ、本当のような嘘のような、どちらとも言えないですかね。もしかして。ソプラノは、高音域重視で、クリアで、透き通る音色。アルト、テナーは、中低音域重視で、ダークで、ノイジーな音色。となるように、楽器を調整、セッティングしていますね。もしかして、マーブル系、クリア系って、音色に影響しているのかも。新たな疑問です。これは継続調査がいりますね。説明は以上です。プチ。なんか、よくわからないけど、まあ、続きを。プチ。アルトは、こんな感じで10枚入ってます。マーブル系が6枚も結構良いセットかも。
今回は、アルトのリードを、選定、調整します。メインマウスピースは、サックスワークス8。マイナーなので、身近で使用されている方はいないですね。リガチャーは、紐のバンブー。サブのマウスピースは、クラウドレーキー、6スタ3。4スタ4、5スタ3は割合と使用されている方は多いかと思いますが、6スタ3は見かけないですね。リガチャーは、シルバースタイン、A フレーム。これが、現在使用している、メイン、リード、サックスワークス8用。裏面に、くぼみ、があり、これが良いのか、なんとなく締まった音色で、響きが良いです。これも、マーブル系ですね。これは人肌のぬるま湯時間短縮ツールです。本当は15分くらい吹き込んでから選定すれば良いのですが、15分 ×10 枚で 2.5 時間はちょっとね。10枚全部投入し、15分くらい待ちます。10枚全部試してみて、その中から今回調整する2枚を選定します。15分経ちました。これはリードを調整するツールで、リードギーク。リードを調整されている方はご存知の超有用ツール。デビッド・サンボーンさんが YouTube で大絶賛されてますね。昔は紙やすりやカッターを使ってましたが、リードギークの方が圧倒的に使いやすいです。最初のリードはマーブル。期待できますね。新品のリードは表面に毛羽があり、すぐに唇が痛くなってしまうので苦手です。なので、このリードギークで使用前に毛羽を落とします。湿った状態で軽く表面をこすります。撫でる程度で。ただし、ワンプを根元からティップへ一方通行で撫でる程度なので、カスはそれほど出ないです。マウスピースにセットするとき、リードの先端がぴったりまたはちょっぴりはみ出る感じで。学生時代髪の毛1本分開けるって教わりましたが、これだとリードの芯が振動しない感じがします。まずは、メインのアメセルスーパーバランスドアクションで、選定中の音色は録音の音では差はよくわからないかと思いますが、あくまでも演奏しやすいかしにくいかが選定基準です。では、始めます。これ、結構良いです。調整不要で即実践投入可能ですね。鳴りも響きも申し分なし。忘れてしまわないようメモしておきます。選定の段階では調整の要否どの程度の調整が必要かを記録する程度です。二重丸は調整不要即実践投入可。丸は良い感触少しの調整で OK。三角はちょっと厳しいでも調整次第で大丈夫。×はかなり厳しいかも、硬すぎる、柔らかすぎる、全然響かないとか、こんな感じで。2枚目。
若干、低音域でリードが鳴ってない。中音域、高音域は、割と良い感じ。3枚目、マーブル。リードは、しっかりと振動してます。高音域、フラジオは、ちょっと厳しいかも。4枚目。リードギークがない場合、カッターでもできます。リードギークと比べると、ちょっと扱いにくいです。軽く撫でる程度で。ちょっと厳しい。息を入れてもリードがあまり振動してくれない。5枚目。これも、ちょっと厳しい。息を入れても、リードがあまり振動してくれない。6枚目。ダメですね。全然、リードが、鳴ってくれてないです。7枚目。同じく、ダメですね。柔らかすぎる感じ。8枚目、9枚目、割と良い感じ。10枚目、ラストです。これ、最高に良いです。久々のヒット。
調整する必要がありません。低音域から高音域プラジオまでしっかりとリードが鳴ってくれてます。素晴らしいの一言、実は感動して30分くらいずっと吹いてました。特別に30丸。続いて、サブアルトのアメセルバランスドアクションで試します。スーパーバランスドアクションにする前、10年くらいメインで使用してました。1枚目から。これも結構良いです。若干プラジオが出にくいですが、微調整のレベル。鳴りも響きも申し分なし。2枚目。ちょっと厳しい。3枚目も同じ。4枚目、5枚目、まあ、良い方かな。6枚目、7枚目、結構厳しい。8枚目、9枚目、10枚目、まあ、良い方かな。次に、クラウドレーキーで試します。メーナルトのスーパーバランスドアクションで、1枚目。高音域の抜けが悪いです。かなり厳しいかも。2枚目。全体的にリードが鳴らない。かなり厳しいかも。3枚目、ちょっと厳しい。4枚目ダメ。ちょっと、まあまあ、ダメ。まあまあ。9枚目。いい感じ、ちょっと調整が必要かな。10枚目、ちょっと厳しい。サブのバランスドアクション。1枚目から。高音域、プラジオがダメ。中音域から低音域は割と良いですね。2枚目、ダメ。3枚目。これ、良いです。クラウドレーキー、全滅かと思いましたが、20丸、ありました。続けて、まあまあ、ちょっと厳しい、まあまあ。7枚目。これ、良いです。若干低音域が鳴ってないですが、高音域の抜けはかなり良いです。まあまあ、結構良い、ダメ。2種類のマウスピース2台のアルトで試した結果です。サックスワークスは10番目、1番目のリード。クラウドレーキーは9番目、7番目のリードがベストマッチです。この選定は良いリードを選ぶのが目的ですが、マウスピースの特性により選ばれるリードが変わるということですね。では、選定したリードに印としてマウスピースの頭文字をリードに記入します。クラウドレーキーは C。サックスワークスは S、W。
この4枚のリード、やっぱりマーブル系ですね。普段はこのリードを採用しますが、今回は調整をしますので、調整するリードを選びます。この4枚を除いた6枚のうち、平均的に良くないリード2枚にしようかと。20丸、5点、丸、3点、三角、1点、×、0点、とすると、2番目、4点、3番目、8点、4番目、7点、5番目、6点、6番目、7点、8番目、12点。結果、2番目と5番目が当選ですね。では、2番目と5番目以外のリードをケースに戻します。この2枚のリード、どちらもクリア系ですね。今回のリード選定で選定されなかった4枚のスコアは破棄します。選定時の条件、季節、天気、気温、そして自分の体調によっても結果は変わると思いますので、次回も同じように選定を行います。最後に、もうお気づきかと思いますが、リードを調整しない場合、使用するマウスピース、楽器によって吹きやすい、吹きにくいは随分と変わります。20丸、丸という評価のリードが、いわゆる当たりのリードですね。セットのリードは色々なセッティング、楽器にマッチするようにパッケージされているのがお分かりかと思います。以上でリードの選定は終了です。後編のリード調整もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。